すべすべっていう感じよりはマットな感じに仕上げたいので、私のトレードマークここのほくろです。くの字ではないけどひらがなの C ぐらいの。皆さんこんにちは、あおちゃんです。私はブラックダイヤモンドというユニットに所属していて、普段はガングロカフェというカフェで働いています。たまにタレント活動もしていて、お昼のバイキングというテレビにも出させていただいています。みんなチェックしてください。今日紹介するのは私が普段やっているメイクです。私はモデルさんやタレントさんはあんまり意識してなくて、ブライス人形っていうちょっと小麦肌の人形もあるんですけど、それをちょっと意識してお人形っぽくなるようにしています。それでは始めます。スタート。最初はプリマビスタの皮脂崩れ防止下地っていうのを使ってます。なんでかっていうと、これ本当に皮脂汗にすごい強くて全然崩れなくて、プールとか海とか行っても全然崩れないので、これをずっと使ってます。液体ものファンデとか下地を使うときはいつも鏡を使ってパレット代わりにして、手を汚すのがとにかく嫌なので全部筆とかチップでやるんですけど、手の甲に出しちゃったりすると汚くなるので鏡を使ってやってます。ケイトのスティックコンシーラーを使ってます。これはニキビ跡とかクマを消すときに使ってて、すごい綺麗に隠れるんで、ちょっとのせてトントンなじませて、あんまり消しきらないように、色をのせてる意味なくなっちゃうんで消しきらないように使ってます。レブロンフォトレディ黒いファンデーションを使ってて、一番黒いキャラメルっていうのを使ってます。で、なんでかっていうと、これも結構カバー力があってマットな感じに仕上がるので、あと26時間崩れないっていう会社がそうやって言ってるので、本当かなと思って使ってみたらすごい崩れなくてよくて、毛穴も埋めてくれるんで、いつもこれを使ってます。またケイトのスティックコンシーラーを使ってるんですけど、ハイライト代わりに使ってて、鼻筋と目の下のクマとこの高くなる場所に使ってます。いつも、猫ちゃんっぽくなるように鼻筋と目の下と、あとここは逆三角に入れたいので、こういう風にコンシーラーを出して伸ばしてます。AC エンジェルカラーパーフェクトフィニッシングパウダーってやつです。普通肌用と黒肌用があるんですけど、黒肌用を使ってます。すべすべっていう感じよりはマットな感じに仕上げたいので、全部肌用の化粧品は全部マットなものを使ってて、これラメとか入ってなくてすごくマットに仕上がるので、いつもこれを使ってます。ケイトデザイニングアイブロウってやつで、ライトブラウンっていう色です。3色入ってて、一番暗いのと真ん中のと明るいのがあるんですけど、真ん中のと明るいのをちょっとこう混ぜながら眉頭にこう塗って、ここあんまり濃くすると描きましたっていう感じの眉毛になっちゃうんで、ここはぼかす感じで薄い色を塗って、眉毛の下のところに影を作るので一番濃い色で薄く入れてます。ビボの眉ペンシルでライトブラウンで一番明るい色を使ってます。で、髪の毛に合わせて明るい色をした方がよくて、なんか今は髪の毛よりワントーン暗いペンシルを使って外国人っぽくするっていうのが流行ってるんですけど、やっぱギャルっぽくするんだったら眉毛も明るい方がいいので、髪の毛に合わせて明るい色を使ってます。あんまり山になったり平行すぎるのも嫌なので、若干山になるぐらいで、あんまりなりすぎず平らすぎずっていう感じでいつも描いてます。エバビレーナアイブロウコートってやつです。これは、ダイソーで買いました。100均に売ってます。中学生の時からずっと使ってるもので、汗かいても海入っても眉毛これで消えたことないんですよ。眉尻にペンシルで描いてる部分、毛があるところは消えないので、ペンシルで描いてる部分にいつも重ねて塗ってます。本当に消えなくてすごくおすすめです。その次が、これも眉毛同様に一番明るいライトブラウンっていうのを使ってます。脱色してもいいんですけど、私脱色するのがちょっとめんどくさくなってしまったので、黒い眉毛にこれで色消して髪の毛となじませてます。これビューラーです。これも適当で100均で買ってます。こういうのって結構すぐダメになっちゃったりとか、目に合わないこともよくあるんで、全然私は安いので済ませちゃいます。あとこのゴムが取れてくることがあってめんどくさいので、私はゴムとこれの間にアロンアルファ入れても二度と取れないようにしちゃってます。こ
これは K パレットのアイライナーですね。これもウォータープルーフで全然消えなくていいのでいつも使ってます。普通だったらペンシルでここをまつげの間をみんな埋めると思うんですけど、私はそれもめんどくさいのでこれで一回縁を描いてその中をもうこれで塗っちゃいます。でもその方が消えなくて私的に滲んだりしなくて一番いいのでこれで全部やっちゃいます。メイベリンのマグナムっていうマスカラなんですけど、全然ダマにならなくて落ちづらくてすごいいいです。今まで下のマスカラとかやったらすぐ滲んでここが真っ黒になっちゃってたんですけど、これに変えてからそれがなくなって全然落ちないのですごくおすすめです。あんまり伸びるかって言ったらそんなに伸びはしないんですけど、落ちなさで選んでます。ダイヤモンドアイラッシュフィクサーっていう、これも何種類かあるんですけど、これの黒いバージョン、アイラインに馴染むってやつもあるんですけど、私はずっと一番ナチュラルな使ってて、これ本当に全然とにかく取れなくて、これの CM っていうか宣伝でも壁につけまつげつけてシャワー当ててみるとかやってるんですけど、本当にそんなんやっても全然取れないぐらい取れなくてすごいいいんですけど、で私はすごいなんか心配性なので、こっちはつけまつげに塗って、こっちはまぶたに塗って、コージーアイトークっていう、本当だったら二重塗りにするやつです。これをまつげの際に塗ってダブルでつけてます。なので全然一回もこうまつげ浮いたりとかしたことないです。つけまつげはいつもこれを使ってます。ダイヤモンドラッシュのセレブアイってやつですね。でセレブとセクシーっていうのがあって、セクシーは目尻に毛が溜まってるやつで、これは真ん中に溜まってるやつなんですけど、どっち使っても結構可愛いんですけど、私はこっちを使ってます。濃すぎても嫌なんですけど長くはしたいので、これがすごいちょうどいい長さで、ここだけ濃くなってて目力も出るのでいつもこれを使ってます。つける前にビューラーするっていうのが私のポイントで、つけてからビューラーすると奥までビューラーできないので、この毛の真ん中の部分がカクってなっちゃうんですけど、つける前に根元から上げとくと結構バッてなるので、私はいつもつける前にビューラーしてます。次がこれ100均で、多分どこの100均でも売ってると思うんですけど、傷テープ板って書いてあります。絆創膏です。中身がこういう感じに透明になってて、ちょっと裏の台紙が白いんですけど、なんで絆創膏がいいかっていうと、伸びるし傷用なので取れないので一番いいです。自分の好きな形に切って、大体の人がこう縦に切るんですけど、それだと長すぎちゃうので私はこう横に切ってます。幅も自分で感覚調整できるので絆創膏すごく便利です。でこれも5回ぐらいずっと買ってて使ってます。二重作る時に。で寝る時とか結構みんなのり塗って二重幅作ってから寝る方とかも結構いると思うんですが、私はこれだけで夜とか何もしてないです。でアイシャドウはケイトアイシャドウデュアルブレンドアイズってやつですね。 BR3 っていう色を使ってます。濃い色と薄い色の間をこうカチャカチャって筆で混ぜて、二重幅よりちょっと上目に塗って、二重幅よりちょっと上目に塗ることによってちょっと深みが出るとか奥行きが出るので目が大きく見えます。二重幅もはっきりします。それでその上にこの薄い色を塗ってます。下は筆で上をやったんですけど、下はチップで黒目の終わりぐらいまでを濃い色で、その先は薄い色で塗ってます。次は涙袋を描いていくんですけど、これです。眉毛描いたのと同じ色のやつです。結構いろいろブラウン系のペンシル試したんですけど、これが一番自然になります。あんまりとんがらしてグイって描いちゃうとすごい描いた感が出ちゃうので、まだこう丸い状態でうっすらくぼみをなぞっていく。こうやってやるとちょっと涙袋出るので、それをちょっとこうなぞっていくって感じで、濃くなったら綿棒でその下だけをこうなぞる感じで取ったらもっと自然になります。さっきも出てきましたこの K パレットリアルラスティングアイライナー、これでまずほくろを描きます。私のトレードマーク、ここのほくろです。で元からあるんですけど、なんかちょっと中途半端に残るのでいつも描いてます。私すごい目が離れてるので目頭を足していくんですけど、これ本当に全然落ちなくて、これもいろいろ試しました。いつも笑ったりとかしてここ取れちゃうんですけど、これは全然取れないのでいつもこれを使ってます。こっちからこうやって足していくと、失敗したと思って足していくとこっちにすごい伸びてすごい寄っちゃうので、こっちから描いていきます。目尻も一回まつげの下から描いて、でここからちょっと出たところをなぞるようにしてます。上からすぐ描くとちょっとつり目気味になっちゃうので、下から出してから描いてます。さっきも出てきました同じマスカラです。下まつげつけるのであんまりがっつりやらなくていいです。だけどなじませるためにちょっとだけ濃くしたいのでマスカラを使ってます。
次はこれ下まつげです。ドーリーウィンク、下まつげ用21番ってやつです。このシリーズは5番がすごく人気で、これよりもうちょっと濃くて間隔が広いやつです。それがすごい人気なんですけど、私は他の子よりメイクが薄めなので自然に馴染むタイプのものを使ってます。これはすごいなんか地のまつげっぽくなるので、すごいお気に入りです。キャンメイクパウダーチークホーベニフェイスカラーって書いてあります。 PW25 っていう色を使ってます。結構はっきりしたオレンジで、けどなんかここの筆で塗るとあんまり綺麗につかなくて薄くなっちゃうので、私は他で筆を買ってやってるんですけど、私の中で決めてるのは1回つけてこうやって1回つけてこうやってってやるとすごい濃くなっちゃうので、2回までって決めてて、で1回こうやって塗ってもう1回やってってやると大体いい感じになります。上すぎても下すぎても、下すぎるとちょっと私的に頬骨が目立っちゃう感じがするので、くの字ではないけどちょっとひらがなのしぐらいの感じでちょっと上げて塗ってます。ダイヤモンドラッシュノーズメイクアップドーリーノーズってやつです。これも2種類あって、もう一つはもっと白くてここが茶色っぽいやつです。で、私なんでこれオレンジっぽいのを使ってるかっていうと、日焼けっぽくしたいので、チークもそうですけどオレンジっぽい色を使うようにしてます。この部分ですね、眉毛とつなげて、眉毛の下からこうやって描いてつなげて描きます。途中でフーってやったのがあると思うんですけど、これついてそのままやると始まりのところだけめっちゃ濃くなります。なのでこうやってフってやってなじませて、余分な粉を飛ばしてからこうやってやるようにしてます。手汚れるのは私嫌なんですけど、ここだけは唯一手でやるところで、筆でやると粉っぽくなっちゃうんですね。なので指でここ一番明るいハイライトの色を取って一回シューってこの鼻のちょっと先の下ぐらいまで入れるようにしてます。これは DHC のリップです。普通にコンビニでもどこでも買えて500円ちょっとする、ちょっとお高めですかね、普通のリップよりは高いリップなんですけど、すごい保湿力があって唇荒れないし皮とかむけないので、いつもこれを塗ってからリップを塗るようにしてます。MAC のパテントポリッシュっていうゴーフォーガーリーっていう色です。前の動画でも紹介したことあるんですけど、ただのピンクじゃなくてちょっとオレンジみがかったピンク、サーモンピンクよりちょっとピンクっぽいかなっていう感じなんですけど、すごいおしゃれに見えます。ただのピンクだと子供っぽくなっちゃうし、オレンジだとちょっとスポーティーっぽくなっちゃうので、この混ざったおしゃれな色を使ってます。これも結構何本も買ってて、廃盤にならないうちに大量買いしたいと思います。シェーディングパウダーです。キャンメイクシェーディングパウダーの1っていう色です。一番黒い色ですね。これもオレンジよりか茶色よりかっていうんですけど、これはちょっと茶色っぽいのを使ってます。あんまり入れすぎるとプリクラとか撮った時にここだけ黒くなっちゃうので、顎の下からこう入れて、あとここだけ頬骨の下だけほっそり入れるようにしてます。今日はちょっとお家でやってるのとは場所が違ったんで難しかったんですけど、うまくできたと思います。私が出演させてもらっている黒いボードという映画が公開しています。新宿、渋谷、名古屋、大阪、八王子などでも見れるみたいなので、ぜひ機会があったら見てみてください。今日は普段のメイクをやったんですけど、普段じゃないメイクもやろうと思ってるので、ここをチェックしてください。いつもはちょっと垂れさせてっていう感じなんですけど、デビルなのでちょっとつり目気味にして黒と赤でちょっと怖い感じの印象にしてみました。服装もですね、デビルなんでちょっと後ろに羽がついてます。